はようございます。おはようございます。今は鹿児島に来ました。前の車は小バッチで宮崎から鹿児島に来て、今日から 2days 鹿児島編ですけど、シーバスは1日ですね。今日はリバーシーバス、朝と夕方頑張ってみようかと思いますんで。で、去年もね小バッチとやったんで、トーク主体というよりはちょっとがっつりハウツー、リバーシーバスを釣るハウツー動画を目指してやってみようと思いますんで、興味ある方ぜひ最後まで見てください。相変わらず右が沈んでる小バッチの車です。小バッチさんおはようございます。おはようございます。もういきなり始まるんですね。どうも鹿児島県でテスターしてます小原明子です。よろしくお願いします。ネックレスがシーライドミニですね。シーライドミニ。針ついてないじゃん。いや怖い。ボロボロになります。危ない。2日間よろしくお願いします。東京土産です。タイミングがよろしくお願いします。よろしくお願いします。パー1でした。パー1。はい、改めておはようございます。おはようございます。ここは川の上流、餌の落ち込みを打つわけですね。今日はガボツ。一応ガボツ150ですけど。どんなイメージですか、魚が。水がジャラジャラになってるところからちょうど終わったところのところが結構傾斜になってるんで、そのところにもう魚が背高い魚はもうそこについてるんですけど、もうそれがなかなかついてないなと思った時には結構対岸岸際に落として引いてくると巻き出しすぐで食ってくるみたいなパターン。向こうの駆け上がりとかね。ちょうどこれでこうやってこう見てるんで。じゃあ早速釣っちゃってください。お願いします。僕が釣っちゃっていいですか。いいんだよ、小バッチ。めっちゃいい景色。あの一番奥のヨレが一番出そうに見えんだけど、どう？波立ってるとこ。あの先は流れないじゃない。あっからところからもう鏡じゃなくなってる最初の流れ、向こう側からのあのラインが出そうな気がする。だから向こう側の緩いところに一回落として引っ張り出てきて流されたらそこから流すっていう感じ。でも手前にライン持ってかれるとどんどん巻くとこがないけど、もうアイザーが出ないな。スネコンなんかいいかね。そこら辺ね、その辺もで届けばちょっと飛ばさないとだけど、そこのスネコンはありだと思うんだよね。この手前の速い流れの先をめちゃくちゃ難しい流しになるけど、ガボツで出そうだけどね。このタイミング朝一明るくなって1時間。スネコン130。食いそうだ。スネコンすげえ。これできんのスネコンだよね。すげえな。すごいルアーだ。ほぼ水平姿勢で中層あれだけゆっくり流せるルアーってなかなかないですからね。多分 1.5 ぐらい入ってますね。ちょっとだけラインつけて目の前の速い流れにラインかまして、そうすると流れがスネコンを下に引っ張ってくるんですけど、水深1メーターぐらいです。ずっと S 字で下流に向かって泳いでいくんで、ヒューッと流していくと突然食うんですよ、ドンって。で今もう逆にスネコンが今度上流が向いて、この状態でも食うけど今度浮き上がってきちゃうんでレンジ外れて、そしたら回収。この辺からシャルダススネコンあたりだよね。こうとろーってした感じが出てきたら中層がね流しやすくなって、それでもちゃんとアップに投げてラインを預けて、どんどん沈んでいくんで、そのまま沈ませ流しだね。ボトムに根がかりに行かせる感覚ぐらいでいいんだよね。なかなか根がかんないから実際持ってかれてて、基本リバーシーバスで釣れない人は流れに持ってかれてルアーが浮きすぎ。ガボッツのテストをしないといけないんだった。来た？はい、来ました。現時点で P は外してる感じです。P ではない。P ではない方で外す。PL。PLJ。
ABC とか来なかったから相当苦戦したんだよな。なんなんだろうとは思ってましたけど、これが本当ビビったるビビたる差だと思う。もうこればっかりはウェーディングしてるのと港で投げるのでもうガボッツは変わっちゃうじゃない。だからどうするかなんだよね。ラインが水についてるかついてないどっちかといえば誰が責任取るかっていうぐらいな感じで。最後決めたやつなんですよね。ガボッツ120プロトですね。4月26日金型 J20g 21g か。いいじゃんいいじゃん。アップでも動いてていいね。だって去年の今ぐらいこれをめちゃくちゃテストしてたんだよね。関東のこういう上の方で誰かのテスターの意見で細身にいっちゃってたんだけど、細身だとアイザーになっちゃうじゃん。だから太くしろ言ってて、まあ夏終わりに龍河を呼んで実際稲っ子パターン連れてって、もう圧倒的に太い方が出んの魚。それで太い方に開発の流れが戻ったの。だからスリムはまあガボッツスリムみたいのがあってもいいかもだけど、まあアイザーがあればいいかなって感じですけどね。やっぱよく動くからこういう中で強いじゃない。ちょっと上打つよ。ドアップそこすごい、ほらここにつくんですよ。この速い流れの手前のまずここ絶対つくとこの一つ、ドーンと落ちたその脇、反転流が巻き込んで絶対こう渦ができてめちゃくちゃ掘れるんで深いんですよね。で速い流れから落ちてくるベイト見てるんで、速い流れ乗っけながら引いてくるんだけど、その時やっぱりこうガボッツみたいなベイク系とかの方が動いてるんで、ここバーンってで意識したいのは流れをこっち向いたガボッツの右サイド、だから上流側、そこにこの流れをちょっと当てるイメージですね。当てて横向かせたい。でもラインは水切らない。流れのエッジ側をこう流して、で遠くまで流したい時はここで巻くのやめて漂わしてるだけでもルアー動いてるんで、この状態でバコーンと出る時は出ます。で手前がダメだなってなったらちょっとプレッシャーかけていいんで近づいて反対側打つんだけど、反対側は速い流れが手前にあるからめちゃくちゃ難しいです。どっちかといえば反転流側に1回入れてちょっとだけラインを速い流れつかまして、もうそのよれをずっと流す感じですね。でちょっとこうポッピングさせたり、何らか動いてる何かを、でもうダーッと下流がいっちゃったらもうどうしようもないんで、でもここからまたこっち側のエッジ出てきたとこも組んで、そこはちょっと誘ってもいいかもしれない。揺れるスネコン、ブレードが回るシャルダス、それからよく動くガボッツ、こういったあたりで、ここは奥にも流れ落ち込みがあるんで、奥の方がとろっとしててちょっとガボッツじゃ届かない。今日は海の方はもう相当風強いんかね。これ今日はここ爆風なんで、はい、まともに西風なんだね。動画はもうどんどんうねりが上がってきて、うねりが入るぐらい。まあ釣りになるのが上の方ってことね。そうですね、風あっても、状況いいの、河口の方は。ジャーキングゲームのところだけは今のところあそこの、別に核とかがいるっていうわけでもない、男泣きポイントはその付近です。がいいんだ。いやすごい、ここは山深いからクマに気をつけないと。クマねちなみに裏テクですけど、そんなに迷惑ない範囲で河原の砂をこうやってガサガサ上流の方で掘っておくと下流の魚にスイッチが入ります。去年スネコン90で釣ったね、俺ここ。しかもこのカラーじゃなかったかな、房総サンセット。そういえば思い出した。あれからなくさないで1年持ってた。ここいそうだよ、落ちたとこ。出ろ出ないか。いません。いやー綺麗だね。ここは綺麗でいいね。ここいそうだけどね、ほんと。去年も思い出した。ボトムを流してたら食ったんだ。基本スネコンぐらいのスローシンキングペンシルだとこんだけドアップで流れの中なんで、ラインが流されていくからスネコンも沈まないですよね。沈みにくいっていうのかな。1 m レンジ入れられないぐらいだと思います。
だからそのままたるんだ分だけ回収してるときれいに中層から底スレスレを下に向かって泳いでくるんで、その状態で普通にねいきなり来る。当たりが取りづらいけど、向こう合わせでかかる期待って感じがね、とても自然に流れるから、シャルダスでも同じことできるけど、シャルダスの方がもうちょい下に入るんで、深かったらシャルダス、浅かったらスネコンで、90より130の方がちょっと下、90の上がないですよね。なかなかない。映るんじゃないかな、こういう感じ。ドアップに投げてスネコン90をゆっくり巻くと見えるかな。ほらラインがね、どうしても潜らないでしょ、シンキングのスネコンが。こういうことなんです。潜っていけないんです。だけど下流向いてものすごい S 字書いてるんで、こういう感じでたるむ分だけ50センチ70センチです。こういう感じで引きますんで、ここ浅いからね、そこに触るけど、こっちは多分もうちょい深いから、でも下流向いて S 字書いてるんで釣れるわけです。だからルアーを引っ張るっていうよりはラインを上手に流す、ラインを流すことだけ集中してれば。ちょっと濁ったね。これぐらい濁ってたら釣れそう。何から行く？アイザーか。俺もアイザーにしようと思ってたんだよな。いや、いいよいいよ、アイザーにして。じゃあ俺エグイドにする。エグイド。よし、手前から行きます。速い流れから際に出してくる。わあ、どっちだ。でもドーンっていったけど、魚に鯉に触ったかな。鯉とか岩じゃなかったけど。はい、2箇所目。眠い、寒い、腹減った。あ、3拍子。そして釣れない。4拍子。来たやったー、やった、ヒット。お、おー、チヌだ。でかい。アイザーチヌ。でかい。めっちゃでかい。こんなところでチヌ。こんなところでチヌ。こんな流れの強い中に。でかい。しっかり降ってきてる。やりました。でかい、これは。でかい。いいですね。でかい。おめでとうございます。45ありますね。ありがとうございます。今はフィーモのスゴーでチヌ戦ですよ。あ、そうだ。これ優勝サイズですよ。ねえ、いいですね。アイザーで。アイザー、いいね。いいね。ちゃんと食ってるね、これ。キビレじゃなくて、しかも黒鯛だね。チヌです。じゃあ写真撮っとこうかな。流れなかったんで重たかった。うわ、いい写真。すごい、めっちゃいいチヌです。ありがとうございます。何も釣れないよりは。いやー、うん、すごい良かった。47とか7かな。よし。おめでとうございます。ありがとうございます。シーバスじゃないけど嬉しい。さすがです。綺麗だな、こんなとこにいるにしても。南言だ。いいじゃん。鹿児島弁が出てきなんて言ったんですか。南言だ。南言だ。何してるのよって。南言なん。南言だ。何してるの。南言だ。水をかけられて。おお。釣り方教えてください。ここなんか不思議だ。それを上で食うんですよ。もうジャラジャラしてるじゃないですか。はい。水面が。その中でやっぱ食ってくるんで浅いです。なのでアイザーをよく使うんですけど、その中でも自分よりやっぱ上流側に、自分より下流側に行くとやっぱりね、アイザーもガン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 ってなっちゃうんで、水を受けてそれを抵抗を逃がすのってなかなか大変なんで、アップクロスっていうんですけど、上流側の方に投げて
最初に水をつかませたら、あとは一緒に流れながらでもちょっと水は噛んでいるっていう、そういう状況を作ります。もうシーバスにつってもまあ一緒なんで実際のところシーバス狙ってて出た魚なんですけど、まあ、水深とねうまく相座がマッチしたっていうところなんで、中流下流とかの流速だと逆にダウンクロスに入っても自分のことが通り過ぎた後に方向を変えた時にやっぱり食いやすいんですけど、上流はねなかなかこの流れなんでドダウンで魚を食わすっていう状況の方がちょっと少なくなってます。ルアーが限られてくるところがあります。駐車場立て止めでドライブするってこれはなかなか喧嘩になりそうな。さあ小橋さん、回転寿司30皿チャレンジ。しかもここはねお腹いっぱいになる前にすぐ来る特急レーンがあるらしいんで、お腹いっぱいになる前に来る多分上のネタが吹き飛ぶぐらいの特急で来るらしいんで撮影許可出たら撮りましょう。お疲れ様です。佐古さん。電話したのに出ないですよ。いきなり喧嘩しない。ですさんです。あ、でもね宮崎のアモンさんはですって3回言ってた。何度も言ってた。です。ちょっと俺が口回んない勢いでです。宮崎の人は3回言うんだと感動した。佐古さんありがとうございます。遠くから。めちゃくちゃ近く。そこから5分ぐらいです。あ、むしろ鹿児島に来ていただいた方が遠かった。一緒ですよね。まあ釣り人にその質問は野暮ですね。3時間以内は近場ですからね。釣り人のすぐそこは信用しちゃいけない。あ、ダメですよね。沖縄人のすぐ来るもんです。何がいいかな最初。ガボッツあたり行ってみようかな。あれないの？あ、それもいいけど、小鉢作ってたじゃん。イネムですか？イネム。はい、ありますよ。イネムってどうしてそういう名前になったの？居眠りしてる人の。あ、こういう学校の机で居眠りしてる肘の形が人の手の形なんで、ちょっと微妙な違い ABC。ここの手が学校の机に突っ伏して居眠りしてる男子生徒の肘を表して居眠りしてるみたいだからイネム。かわいい。いいのかそんなネーミングで。ブルブルの名前全部適当だけど。これはイネムはどう使うの？基本的にただ巻きでこう手の面で水を受けて体を振るっていう。振ってるんだ。じゃあほふ前進みたいにやってくるの？あ、ほふ前進みたいな。もともとはジッター上げていきたいと思ったんですけど、ってなるとやっぱり飛距離の面だったり飛行姿勢の問題とかもあるので。あんまラフな水面よりは平らな方がいいんだ。平らな方が風がわちゃわちゃしてるとルアーの上に水が乗った時にちょっと今のところ弱点が若干見えてるんで。なるほど。ちょっと今優子さんに2、3個ぐらいまだ返してます。なるほど。ミニム3年目だよねもう。あ、そうですね。3年目。早く作んないと3年経ってできなかったらテスター交代テスター決める力が必要なんで、こうトップなんてさ足場がこの位置かこの位置かこの位置かで変わっちゃうじゃん。だからどこかで決めなかったらここもここもここもいいなんてないんだから100点。どこを取るかは最後テスターが自分の責任で決める。落ち込んでる。もう佐古さん釣んないの？バタバタして何も落としてない。あ、もうそっか。犬の散歩来たおじさんみたいな感じ。犬が今逃げてですよ。人かおらんですかその辺に。今 100% のデスもらえた。です。かわいいでしょ。かわいい。俺東京人キュンキュンくんだよね。です。本当に欲しい時にです言わない時ある。そう。それを取ろうと思って回してるとなかなか言ってくれないんだけど。俺も行ってみたいけど東京人の感覚だとです言うの恥ずかしい。ですは一応尊敬の目上の方への時の受け答えになる。そうなんだ。ですが肯定で次のですが尊敬語なんだ。食い気味の。あ、食い気味に言うんだ。ですごいな文化。今日は日の出見て日没見て日中爆睡してすき家のキングカレーを食う人を見て回転寿司35皿食う人を見てなんか幸せだね。
健康的なのか不健康なのかよくわかんない。見てるだけでそんな食ってるわけじゃないじゃん。お腹いっぱいだよ。でも俺長崎でこんな水深でもう終わったなと思って一応念のためと思って暗がりまであの時は小桃だ流してたの。でライン線香で流しててで多分 U 字で下流側の明かり一回出てからまた暗いが入るコースかななんて思って今ルアーどこあんのかなって見てたら下流側の明暗でもう本当にこんな浅いのにどうやってこんな水のしが立つんだっていうのが立ってそれが91センチだったすごっ。でファイト中からもう魚もまっすぐ泳げないのなんか横向いちゃっててお腹当たっちゃっててだから難なくランディングできててかむしろ食った直後から魚はもう乗り上げててランディング気味なのだからめちゃくちゃ重いんだけど重い理由が魚も動けないみたいな感じで俺が近寄って取ったってそれを思い出す何があるかわかんないですね。そう何があるか分かんないマゴチはマゴチはいっぱいです。あまあいっぱいいるんだもうシーズンはい、そう。じゃあこの時間はどういうとこにいるの結構明暗についてたりしますけど、マゴチがでもベイトがいるところはやっぱもうマゴチがついてますんで。なんかナレージでマゴチをめちゃくちゃ釣ってる人が鹿児島結構いるんだけどそれはこういうところで釣ってるそうですね、万能瀬川、この近郊湾沖。こういう砂地をこうっていてそうですね。でもマゴチを狙って釣れてるわけじゃなくて、やっぱ狙いはシーバスなんですよ。でもそのマゴチは下道で釣れすぎて。別に悪い意味じゃなくてその人のアカウントマゴチばっかりだよで一応シーバスを狙ってんだシーバスを狙っててマゴチが釣れる。1日6キャッチとかすごい並んでしてるどんなとこでやってんだろうって思ってたけど夜もこういう浅いとこいるんだいますよ。見えたりするの特にもう一つ橋の下の橋はうんよく止まってるのが見えます。捕まえたい寝てるのかわかんないですけど、カゴを目の前にこう置いて、足でこう後ろの方からそこを見ると自分からシュンってベッドがそれやりたい寝てるのかわかんないですけど。やりたいですね。それやりたい俺それでヒラメを取ったことすごい。ある50センチぐらいのヒそんなラメがことある。漁港のなんていうの斜めの碁があるじゃん、うんうんそこで水面直下を見てなんかじっとしてんのなんかそっと後ろにタモセットしてから上からぐしゃって足突っ込んだらググって向き変えてタモの中スーッて入ってお取れたいいな。待ってる間に寝ちゃうとかそういう感じがあるんですよね。特にああいう待ち伏せ型はね自分の射程距離の中に小魚入ってくるの待ってるからそれは寝るよねちょっとタックルも変えてハイローラーにしました明暗全然手前手前です。明暗で出る明暗で出ますけど、暗い中の方で出ますね。ああでもこんだけぼやっとしてるとねスローに引いちゃうとそこついちゃうねそうですね、多分もう川の流れがこの辺りはもう止められてきつつあります。急に潮位が上がるってことはないですけど、川の水がもうせき止められてる状態になってます。なのでやっぱり上を引ける方が、スローに引けてる方がいいんで、エグいだエグい度いいかもしれないですね。エグい度でいきますクリアとフォローでさっき小バッチから強奪した水を見込むか。試合じゃない時間が難しいよな本当。シーバスジャーニーの撮影なんかだとバッテリーとテープも消耗しちゃうから5時間に休んで夜味指がはっきりとかサビがはっきりとかそういうタイミングで入るんだよねまだチヌしか釣ってないから小バチがちょっと動画の締め的になんか欲しいよねエグい度このたるい感じドンピシャだけどねハクがいないねこれで明暗にハクいたらもうエグい度を作った一番想定してたのってこういうとこのハクが明暗にいてライズが出てる出てないみたいなそこに流し込むのを一番想定して作ったんだよねだからもうアクションは完璧だけどベイトいないからそんなに隙が入ってないのかはいじゃあ泣いても笑っても最後ポイントにしますはい。ちょうど今深夜0時で明日7時半にはホテル出ないとねいけないから小バッチラスト15分20分はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
もう日付も変わってしまいましたんでちょっとここらで終わりたいと思います。まあ今回厳しかったね、鹿児島はね。そうですね。なかなか刺激の気配がもしなんとか頑張ったんですけどダメでしたが、また修行に行きますんで、どうですか、鹿児島のシーバスシーンのなんかロケーションとか。今回ちょっと回ってると思ったんだけど、まあ、非常にこう東京湾北的な自分が散々やってきたようなフィールドもあるし、でも磯とかサーフとか、ね、公開な場所もいっぱいあって、そういう中で、まあ、自分が鹿児島に、ね、毎年1回ぐらい来るのは何のために来るのかって言ったら、やっぱり豪快な釣りがしたいんですよね。でその豪快な釣りがしたくて来たんだけど、今回爆風だったじゃんそうすると豪快な釣りしたい場所はほぼダメだったでしょ俺が知ってる限りそうすると結局、例えば今回の風だったら大隅半島まで行けばできたかもしれないけど、鹿児島でかすぎるじゃないですかその割には。じゃあ今回東シナ海側にさ宿を取ったから3時間コースみたいなね。だからそういう点では、まあ、今回はついてるのかなって感じだけど、まあ、また春秋来ながらそういう経験もついてきたらなです。ぜひまた続きますんで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたちょっと魚乏しいんですけど、せっかくのね黒鯛も釣れたんで、はい動画にしたいと思いますんで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。